まもなるたい。目にピネぬものが見ねる世界に触れ、すべての去りが神の記憶を記す声なる大地。奇跡と不思議と道が交差するこの地は、ただ物語を語るだけでなく、端子をも変えてしまう道がある。良きがたわみ、信仰が現実の風景となり、沈黙が前の言葉よりも強変に語る場所。あなたはイエスが歩いた街をたどる準備ができていますか？ガリラヤの優しい富士を感じ、砂漠のささやきを聞き、かめなるものを柄の目で見つめる覚悟はありますか？しかし気をつけてください。あなたが目にするものはただ感動を与えるだけではない。信仰と永遠についてのあなたの信じていたすべてを揺るがすかもしれません。これらの場所は単なる地理ではありません。目得ざる者への開かれたポタルなのです。本日、私たちの火星チャンネルでは、聖地の最も神聖な実を届き明かします。そして私たちのドキュメンタリーは、今、静かな約束とともに、地図にさえ記されていない町から始まります。ではその物語の最初の向きを描く使徒はどこでしょうか？注意してご覧ください。次に現れるものはあなたの内なる眠れるものを呼び来ますかもしれません。最後までご一緒ください。これはイエスがいた場所をけぐる谷ではありません。そこに今も生きるものに触れる谷なのです。ようこそ聖なる敵へ、永遠と現実が共に入む世界の語りへ。一つ一つの時に声があり、風が奇跡の小玉を運び、神の創造がその未言と共に枯れあく地を創造してみてください。ここには甘いたふやオリブの秋が広がり、イエスの書記が今も愛と信仰、そして救いの真実を語り続けています。なぜこの場所は私たちの心を深く打つのでしょうか？それは誰もが内にこうなるものへの過凡を抱えているからかもしれません。今から始まるこのドキュメンタリーは、あなたを比類なき淵へと誘います。イエスの足跡をたどり、予言の高地から死を分けた十字架へと知る街乗りを。すべてが始まったナザレから、生誕の心臓部ベツレヘムへ、逃避性の地エジプトから天と地が語り合ったヨルダン川まで。信仰が睡眠を歩いたガリラヤ湖、試しが示されたユダの荒野、そして創造主が死に声をかんだしない山へ。エリコではリが古代の必勝の肩をささやき、エルサレムでは苦しみ、生贄性、そして栄光が制度の性質に今もこだましています。これはただの理ではありません。でも純粋なものとの再会であり、すべての人の心に今もまだ打つ何かとの結合なのです。その前に私たちの覚醒チャンネルに登録しているか確認してみてください。そうすればこの壮大な旅の一つもピントがすことはありません。準備はよろしいですか？それでは深呼吸を。今こそ百合の始まりです。とある小さな村から不可能が現実となった場所へ。ナザレ、約束の告知。
なだらかな木と風に舞うオリブの幹の田に、ナザレは国の土星のように静かに住む、控えめな村、人類の最大の秘密の一つを守る場所。ガリラヤの中心にあり、ガリラヤトブからわずか25キロの場所に、ローマの目には取るに足らない村があった。だが創造主の目には約束の舞台であった。2000年以上前、無慈悲なロマ帝国の支配下で、ここには無敗人にも満たない人々が暮らしていた。まさにこの場所で、天が敵に触れたのだ。この大地にて天使ガブリエルがマリアの前に現れた。純粋な心と揺るぎない信仰を持つ弱きユノに救世主の誕生を告げるために、あなたの体内にて艶を降るし出産し、その因中をイエスマンと呼ぶことになるでしょう。福音ゾルカによると第1章31節で天使はこう迫った。その言葉は柔らかく、それでいて、永遠をも揺るがす力を持っていた。その高地は荒天では済かなかった。粗悪な洞窟で起こったのだ。今では草原なる拠点高地教会によって守られている。ここでは沈黙が声を持ち、すべての死が信仰をささやく。世界中から軍陸者がその瞬間に触れるためにこの地を訪れる。興味深いことに、ナザレは旧約聖書には登場しない。それでもすべての始まりの地として選ばれた。神の選び、当時の選者たちをも驚かせた選択。ご存知でしたか？マリアの洞窟はキリスト教初期の礼拝地の一つと考えられているのです。預世紀から保存されており、初期の信仰の香りを金も残している。その近くにはマリアの源がある。今なお湧き出る稽古。かつては女性たちが誰を摘みに来た。マリアもそこにいたかもしれない。ナザレの道を歩けば死がゆっくりと流れていくのを感じる。足元の事情は見えない安きを記憶しているようだ。風はこの地の記憶を知っているかのように吹く。それにしてもなぜ創造主はこんなにも素朴な地を選ばれたのか。もしかするとそれは隠れた場所にこそ奇跡は生まれると教えるためかもしれない。本当の偉大さとは謙虚さなのだと。ガリラヤの木を見上げてみてください。すがく石を吸い込んで、これほどの美しさがどうしてこれほどの生地を内包していられるのだろう。ナザレの古い市場を歩いてみましょう。今もなお香辛料の香りが感覚に語りかけてくるようです。イエスの時代、ガリラヤは多文化のモザイクでした。ギリシャ、ローマ、ユダヤの営業が市場や通りで交差し、生きたタペストリーを尻なしていたのです。今日もなお、雨たちは鳥の斜面で差を惜しむ。かつてマリアを祝福した同じ蔵の下で、そして沈黙は今も全てを語っている。ナザレは私たちに問いかけてきます。本当の奇跡は実はシンプルさなのでは？神の声はイゼロケさの中でこそ
よりはっきりと聞こえるのかもしれないと。もしこのリリがあなたの心に何かを呼びきましているなら、今すぐいいねを押してください。それがこの物語を世界中に届ける力になります。しかし、これはまだ始まりの鼓動に過ぎません。になる目的地には約束の実現が待っています。さあ、準備を。トビンチムが肉となった地へ向かいましょう。ベツレヘム。ベツレヘム、希望の誕生。ようこそベツレヘムへ。ユダの先の秋に隠された宝石、真の聖話記が人類の運命を書き記した場所。エルサレムの男わずか8キロに位置し、ベツレヘムは古代のブドウ店とオリブの幹に恵まれて聞き心る預言者たちの地における平和の隠れ家。万年以上前のこと、ヘロデ王の容赦ないトゥーチトロマの人口調査の命令の下で、この町は救い主のゆりかごとなった。果てしない殻に一つの形が現れた。神秘的でまばゆい光を放ち、東方の選者たちを新たに生まれたイエスのもとへと導いた。重い血統の始祖な中で、マリアは約束の子を出産した。そしてその瞬間、永遠なるものが人類の心に昇った。教義、昇誕教会はその少女をシェーマンに守り続けている。余世紀に皇帝コンスタンティヌースによって建立され、この教会は信仰の鼓動を伝え、時代を超えて息づいている。そのシータンの下に隠された誕生の洞窟には、樹の形が狭く、世界中の巡礼者がそこにひざまずき、完全なる沈黙の中で祈りを捧げる。ベツレヘムはヘブライ語でパンの知恵を意味することをご存知ですか？命のパンを迎えたこの地にふさわしい予言的な命。さらに、ベツレヘムはダビデ王の生誕の地でもある。数式前からすでに神の計画に向けて準備されていたのだ。そこからほど近い場所にあるのがヨ和会の夜。天聖によれば、天使たちがピグ式者に歌を解けた地である。メシアの誕生を告げるその隠しは、今も祝。エルシブレ市のベツレヘムの秋を歩いてみてください。フラがオレンジに染まり、クルがまるで奇跡を一つ一つ運んでいるように感じられる瞬間です。ベツレヘムの形は今もなお天文学者たちによって研究されています。一部の学者は紀元前6年頃に起きた活性の聖な欠勤だったと示唆しています。ベツレヘムの祭路地を歩いてみてください。数千年の信仰を見守ってきた時の彼の間を抜けて、マリアとヨセフがこの地にたどり着いた時の混乱を想像してみてください。多くの数がザミオトを越えて歩きました。皇帝の命により登録のために。
知らぬ間に彼らは天の計画に参加していたのです。ベツレヘムは2世紀以来、殉利者を突きつけてきたことをご存知ですか？歴史の中で最も古く、最も多く訪れられてきたキリスト教の聖寺の一つなのです。周囲の秋からベツレヘムを取り投む景色を眺めてください。ブドウ天が大地を抱くように広がり、まるでその土地が約束の小玉を今も抱きしめているかのように。なぜこの小さな洞窟での誕生が歴史の流れを変えたのでしょう。それはおそらく神が誰も予想しなかった場所でお生まれになったから。シンプルさの中で希望は花開いたのです。ベツレヘムは神の光は光点を選ばないことを教えてくれます。それは知らずとも聖なるものを受け入れる地にあかるのです。もしこの鳥があなたの魂に触れているなら、私たちの火星チャンネルに登録しているかご確認ください。そうすればあなたは次なる物語も一つも見逃すことなく体験できます。しかしイエスの物語はここでは終わりません。新たな試練がまさに始まろうとしていたのです。逃れ生き延びるための呼びかけ。生活が差しぶる危機から逃れるために避難した場所とは、準備はいいですか？次の目的地はエジプトです。エジプト、聖家族の避難地。ようこそエジプトへ。目と歴史が共に歩む地、ナイルの安弁が暴力から隠された奇跡を見どけた場所。米の日がなデルタ地帯にて、古代カイロは堅なる避難所として開かれた。マリアとヨセフ、マムイエスが避難したのはまさにこの地だったのです。ヘロデの恐怖から逃れるために、叩く熱の砂漠の中も彼らはマアレ地を行へ天使に導かれて進んだ。マタイによる福音書第2章にそう記されています。経済の中のリュックリク、神の約束を守るために。カイロのコプト地区の中心にショーベマリア教会がそびえ立つ。通称チュリ教会として知られ、ローマ域の上に三つ子の教会は天の守りの趣を意も知らす。ゆるい目で釣られたその内部は信仰の出水で満ちている。一つ一つのアーチ、一枚一枚のイコンが古代の祈りをささやいているよう。そこでは殉利者たちがイエスが静かに歩いたその場にひざまずく。そのすぐ近くシェガセルジュース修道院には修なる洞窟が残されている。コプトの伝承によれば小家族がそこで給食を取ったのだと言われている。神の設立の下げの下で異国の地区にて、ご存知でしたか？コプトの伝承によればイエスはエジプトに行く3年間滞在していたとされます。その静かな王命が異国の信仰を勢作ったのです。コプト地区を歩いてみてください。死を超えて耐え続ける教会たちの顔、後ろの顔が舞い踊る市場を、そして神の主義を今も知らす指示を。ナイルハワン、ファラオの時代からエジプトのインチの流れとして存在してきたその川は、正気イエスの外れを見届けた。そしてその声なる誰は彼を守ったのです。
泣きぶれのナイルを見つめてください。裏が黄金色に染まるその時、デルタのムンルムルが胞子のようにあやき出す。それらは声なる出来事を静かに見守った証人たちです。ヘロデの命令は3個でした。罪なき命が使われ、しかしエジプトは乱となったのです。異国の地が創造主によって避難所へと変えられた。聖家族は秘密の道を通ってブリをしたとされます。おそらくはしない砂漠を抜けて、彼らは危険と悲きと孤独に直面しながらも信仰と使命に導かれて進みました。コプト美術、その鮮やかな取材の遺恨たちは今もこの美の記憶を伝えている。一つ一つの筆がイエスのエジプトでの弱みを語っているのです。ワーディー・ナトールン、この砂漠には船の周到元軍が眠る。周到士たちはかつて救いを隠した沈黙を守っている。一つの時にさえ邪めなる亡命のサマスがしゅがる。カイロの市場を歩いてみてください。色とりどりの缶、香辛料、せわしないコウミリの中にマリアが勇気イエスを抱えながら歩いていた子を思い描いてみてください。マタリアという地には特別な記念物がある。それがマリアの目。憲政ではその募金で聖家族は九州を取ったとされています。そのメキは今も巡理者を迎え入れています。自然の集団のように、その砂は神の周りを象徴しています。夜になるとコープト教会はろうそくの光に包まれます。小さな顔が偉大なる神を映し出し、マリアとヨセフの勇気を恐れの時代の中で語りかけてくるのです。聖家族の存在はエジプトの大地に根を下ろした何十歳にもわたって守られてきた遺産。今もなお信仰と抵抗の力を人々に与え続けている。ご存知でしたか？憲政によればまたリーアには奇跡の剣があるとされています。イエスが一つの仕草でその剣を犯せたと言われているのです。デルタのムルラナには日韓シレンガのセレビが並び忘れられた物語を秘めています。神がウコを導いた敵、そして平和が捨てらぎを見つけた場所。エジプトへの逃避は単なる生存ではありませんでした。それは文化の蛇に結ばれた新たな番の始まり、そして東方キリスト教の魂をせい作る路流だったのです。飲食のゲメカリの下、コープと教会は静かに動きます。王名の中かで生まれたその信仰は、今も死の中に、声の中に、信じる者の眼差しの中に生き続けている。巡礼者たちは今もこの土地を歩いています。奇跡を求めて、歌を求めて、かつてこの声なる砂を踏みしめた少年の手記をたどって。ご存知でしたか？コプトの意識ではイエスの存在が今も祝福されているのです。古来の割と伝統が記憶の顔を汚さず守っているのです。砂漠の夜の景色の中で砂は神の子玉を抱いています。まさにその場所で聖家族はエルラギを見つけたのです。この世界の混沌の中で。しかしなぜエジプトだったのでしょうか。おそらく王名の中にあっても神の設立が勇気ある心を見敷くことを示すために。
少しだけ考えてみてください。マリアとヨセフの信仰はあなたの人生に何を語りかけていますか？見えなくても信じるとはどういうことでしょうか？この物語があなたの魂に向いているなら、ぜひいいねを押してください。この旅が次の視聴者へも受け継がれていくように。しかしイエスの利手はエジプトで終わりません。欧米の土下を待つ新たな故郷がありました。成長と沈黙、そして準備の地。さあ、イエスが幼少期を過ごした場所へ戻りましょう。ヘロデの暴力から遠く離れて育ったその場所。準備をしてください。すべてが始まった町へ、ナザレへ。ナザレ、翼の故郷。エジプトへの亡命の後、イエスはナザレへと目立ってきた。世界から忘れられた気ましき村だが天に選ばれし地。追主を受け作るための場所。いずれエルの船のすぐそば、大梅手とオリブの木に刻まれて、ナザレは静かな湧き地のように立ち上がる。そこから希望がい吹いた。ローマの支配下において、イエスは素朴な仕事に満ちた幼少期を送った。成功を修理し、目を削り動くこともまた祈りであると学んだのだった。スゴブなジグリのシナゴグでは、少年は静かに聖書を読んでいた。ルカによる福音書第4章によれば、預言者たちの声がそこで彼の中に向き始めたという。想像できますか？先者や子供たちの名でアブラハム、モーセ、ダビデの物語が死を吹き返す。そこで使命は静かに深まれていたのです。弾丸の秋の父からはイスラエルの子全体を感立たすことができる。天聖によればイエスはそこから隣人たちの怒りから逃れたという。真実が痛みをもたらしたその瞬間に、ナザレの敵は構えていた。生き地の誰も役に耐えていた。粗間な兵庫が村の命を背負え、住民一人一人にたくましさを教えていた。ナザレの愛ぶなうシャオティマンを歩いてみてください。オリブの目の皮をプーが踊るのを感じながら、ノキイエスが夜明けに秋を歩いていた子を想像してみてください。だらかにで心を染ませて。わずか6キロ先にはセフォリスがありました。ローマ芸術の中心地、イエスもそこを訪れたかもしれない。帝国と永遠の対比を描くモザイクを見ながら、飛行立ちで火がないズレールの国では娼美がガリラヤ全体を埋まっていた。イエスはその地で農村の命の奇跡を目の当たりにし、信仰とは収穫のようなものだと学んだのです。あまり知られていませんが、ナザレとは分け字を意味します。予言的な名前です。イザヤ書に記されたエッサイの毛から迎えるメシアを連想させます。ムチブレ時、ナザレの木は黄金の蔵に照らされまきます。その秋の上でイエスは底辺線を見つめていたかもしれません。これから起こることを思いくぐらせながら。歴史家たちは語ります。ナザレは
200クル400人の小さな村だったと。しかし創造主は隠れた場所を選びました。永遠の王を運ぶために。牧草地を歩いてみてください。今もなおヨンが古代のオリブの実の下を歩いています。その気の抜けさが世界を変える少年の心を勝ち作ったのです。ナザレの子供たちは自然の洞窟で遊んでいたと言われています。もしかするとイエスもそこで大地の秘密を知ったのかもしれません。天の秘密を語る前に、ナザレでの暮らしは動き、祈り、分かち合いの繰り返しでした。もしかするとその鏡こそが無度も偉大な使命への準備だったのかもしれません。なぜ救い主がこの地で育ったのでしょう。人の目には取るに足らぬ村で、それはおそらく私たちに教えるため、偉大さは謙虚さから生まれるのだと。ナザレのカシャヌル蔵を見上げてください。そして自分に問いかけてみてください。粗暴さはあなたの信仰に何をもたらしていますか？イエスは今もなお忘れられた幼少期を通して私たちに何を教えているのでしょうか。ナザレでイエスは深く懸念を張りました。しかしその心はさらに遠くを求めていたのです。声なる図への飛び込み、太古の虫から向いていた呼びかけ、伝説のファのほとりで天は開き、彼が誰であるかを明かすことになる。準備をしてください。世界を変えた支流へ、ヨルダン県へと。ヨルダン川、救い主の経理。ようこそヨルダン川へ。ここでイエスは救利を受け、天が開き、神の子の使命が明かされたのです。ヘルモンヤに縁を発し、この川は砂漠をくねり流れ、死骸へと過ぎ、歴史が昔づく声なる風景を駆します。2000年以上前、ヨハネはこの川のほとりで熱烈に説教していました。そしてイエスは彼のもとを訪れたのです。マタイによる福音書第3章13節にそう記されています。エリコ近くのカスルエルヤフードに伝統的な宮殿の地があります。軍理者たちはそこで神を鎮め、救い主が触れたのと同じ恵みを求めるのです。興味深いことに、ヨルダン川はイスラエルとヨルダンを受けています。しかしその代は、心をつなぎ合わせる、前年を超える霊的な番として、さらにベへ行くとヤルデニットがあります。そこでは陽光のジュエティが進んだ誰の上で揺れています。毎年何千人もの人々がそこで洗礼を受け、内なる再生を求めて祝います。ヨルダン谷へはかって悲願な土地でした。荒れた大地の中のオアシス、想像してみてください。イエスがそこを歩いていた子を、国の夜と永遠の約束の中を、上の安弁に触れてみてください。砂漠と異能が出会うその場所。そこでは全てのさじりが世界の歴史を変えた支流の小玉を殺している。ヨルダンという言葉は
ヘブライ語のヤルデン、シャキョスに由来します。予言的な名前です。天が降りてきて人を積み込んだその場所。ヨハネは顔のような声で説いた。悔い改めを求め、勇気を持って道を開いた。やがて全てを変える者のために。夜だけの夜、断然を見てください。夜どけさに包まれた睡眠に鶴が映る。そこでは時間が止まったかのように感じるでしょう。心だけが理解できる言葉に耳を澄ませて、純理者たちは小言葉にできない平安を語ります。その誰に触れた瞬間、今もなお霊がそこに止まっているように感じるのです。あの日と同じように声なる瞬間。忘れられがちですが、ヨルダン川はヨシュア書第3章でも分かたれました。信仰の前に誰が開け、新しい始まりへの道が開かれたのです。ネテの田にあるこのアンベンは秘密を抱いています。その場所でイエスは吹きの声を聞いたのです。これは私の愛する人、その騎士は今もこだまし続けています。イエスの聖理は単なる意識ではありませんでした。予言的な興味だったのです。ユダヤの関係に向きつつも新しい契約の始まりを告げるものでした。初期ブレし、ヨルダンクエンは黄金に染まります。鳥たちがスラを静かに横切り、今もなおその奇跡を見守っているかのようです。世界が変わったことを知っているかのように。今ではヨルダン川の流れは弱まっています。しかしその力は使われていない。なぜならリチュラの剣は流れではなく信仰そのものだからです。この聖陸は象徴を超えていました。それは使命の新たな時代の始まり。天と地の座に開かれた霧。ヨルダン谷、内を歩いてみてください。そして自分に問いかけてください。生まれ変わるとは何を意味するのか。あなたの魂はどの誰に神をがねるべきか。なぜイエスはこの場所を選んだのでしょうか。もしかするとこう教えるためかもしれません。変化とはこうして始まる。永遠への一部、謙虚な決意から。もしこのドキュメンタリーがあなたの心に何かを落としたなら、もし聖地の砂のささやきがあなたの魂に届いたのなら、その寒いをあなただけのものにせず、今すぐこの動画をシェアしてください。俺の中で火を掲げるもののように。今もなお多くの純理者たちがヨルダン川で髪を沈めています。悲しみを持ち、希望を据え、そして涙と共に立ち上がるのです。まるで天に触れたかのように。しかし、これはほんの始まりに過ぎませんでした。洗礼の後、砂漠が彼を呼びました。深い試練が待ち受けていたのです。すべてから遠く、しかし神に手も近い場所で、ユダの川よでイエスは監視の深い暗と向き合うことになります。信仰の本質との対峙、それは彼の永遠なる使命を今日作る試練でした。ユダの王よ、信仰の誘惑。焼けそげるようなユダの家老屋の地で、イエスはただ一人、顔よりも強大なものに立ち向かうため歩んだ。それは巣からの内なる存在だった。エルサレムと死骸の間に広がる地で、ついしく切り立つした沈黙の弾圧、野生の動物たちがマタイ第4章第2回に記された私死日韓の男子の証人となった。
イエスは前に刻まれた深い谷川で生けるとを通った。その教師はすりく切り裂くようだった。この地でイエスは見えない戦いを繰り広げた。今も私たちの中に咲くユーハとの戦い。そして聖霊はイエスを荒野へ導いた。悪魔に示されるために。だし十二支事業の男子の後、イエスは空腹となった。すると悪魔が近づき、こう言った。もしあなたが神の子なら、これらの木をパンに変えてみなさい。しかしイエスは英詞に満ちてこう答えられた。聖書にはこう書かれている。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きる。同じ聖書にはこうも記されています。あなたの神、主を示してはならない。そしてこのカラウヨにてイエスはもう一つの帝国と対峙していた。それは四ついの帝国だった。パン、全力、名声、そのすべてが彼の前に差し出された。遊学の山はエリコにそびえ、死を見守っている。空想の王国を前にしてイエスは栄光ではなく真理を選んだ。あまり知られていないが、この地域にはエッセネ派が住んでいた。パレスチナのクムランに暮らしたユダヤ教の一派で光を待ちわびていた人々。洞窟と魔物の中に浮き、世界から離れた彼らはまるでこの時のイエスのようだった。ルシグレのワディ・ケルトはゼの缶に積まれていく。その白気さを感じてください。もしかすると救い主を導いた地区がまだそこにも続いているかもしれません。イブゲオルギウス修道院、ワトクラーの狭に浮かぶように、三つ子の場所は祈りの隠れ家、何もない中心にあるすべての始まりのような場所。イエスの死守日間はイスラエルの民が死守年管理をしたこの崩し、試練の具、たたしの錬磨。信者たちは今も賛美を口にしながら誘惑の山を登る。一部一部が聖理の記憶。永遠を選んだ一人の男の主教。夜が来ると恋は形で知られる。まるで天がイエスを誘惑に打ち勝った後、栄光の焼きで住んでいるかのように。ワディ・ケルトはかつてキャラバンの通り密派だった。エリコとエルサレムを結ぶ回路。そこを通ったのは常人だけでなく、信仰を求めるレギトたちでもあった。この砂漠のリダケメにかつて修道士が住んでいたという伝説があります。イエスと同じように沈黙の中で神を探し求めた男たち。余生のヤギアイベツクスが切り立つ弾圧を種る。命はたとえこの地であってもなお脱吹こうとする。試練の中でも信仰は欠く。生いた風が記憶を運ぶ。イエスの抵抗の記憶を。そして私たち自身の荒野に立ち向かうための内なる呼びかけをも。
陽源が灼熱の太陽の下で揺らめく。このデウ夜でイエスは与えられた永遠の使命を果たすために、ここで希望の詩篇が生まれた。それは時世を超えて語り継がれ、今も無限の差の中に向いている。イエスの誘惑の物語はこう語ります。信仰とはアレラギではない。それは魂のタラの中で私たちを支える子なのだと。絵の整理は静かだった。だが普遍的だった。空虚な約束に向わされず、無なる声に身を澄ませるよう、私たちに永遠の泣きを送っている。夜明けの顔やを見てください。光が木を優しく包むとき、自分に問いかけてみましょう。何があなたの希望を据えているのか。この地はかって預言者たちの住まいだった。修道士たちの苦れ消えでもあった。天の声を聞いた人々の敵。今も富士がその言葉は誇んでいる。ムオメでのイエスの真理は個人的なものにとどまらなかった。それは今も続く信仰への道を開いた。そして彼はそこを取ったという光と奇跡で世界を照らす準備を終えて、その手でその眼差しで、このコリアの渓の中からイエスは静かな水辺へと向かった。そこで思いやりが声を持ち、希望は人の顔を持つこととなる。さあ、準備をしてください。ガリラヤフルの静かな岸辺で奇跡が始まります。そして世界はもう二度と同じではいられません。ガリラヤと信仰の危機。ようこそガリラヤ島へ。ゲネサレトからとも呼ばれるこのタドはイスラエルヒブの淡水の丘。信仰が魚種と秋の間に浮かんだ場所。長さ21キロ、幅13キロ、ハープのような形をしたこのドゥグは地球上で最も低い位置にある淡水湖。その岸辺には数千年の物語が眠っている。森の周囲には緩やかな木が茎なり、レディの預言とヤシのべきが出会う場所。日の出が物を金色に染めるこの風景の中で、イエスは友の使命を始められた。何の日し、カファルナウムは彼の住まい、そして宣教の拠点となった。そこには古代の街灯の遺跡、そして現代の教会の下にペテロの家が眠る。このカファルナウムでイエスは中風の起こわされた。マルコによる福音書に記されている。群衆は誤死と希望を求めてガリラヤ中を旅した。興味深いことに、この徳は広域律でもあった。川江は香辛料や陶器、オリブ油を森林の村へ運んでいた。そしてイエスも同じ効率を行き返した。この年の岸辺で彼は最初の弟子たちを裂かれた。シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ。彼らは王と衆を捨て、より深い声に従った。
ブルノベイ川の木に座上の水春の牛が広がる。地中海性の植物が凝り、オリブ、ナツメヤシ、アーモンドが花開く。この場所でイエスは全焼の説教を語られた。それは時代を超えてしゅく言葉。肉がな者は添えないである。彼らは敵を受け継ぐから。心の軽い者は添えないである。彼らは神を見るから。すぐ近くのタブアには5世紀のビザンチン時代のモザイクが暗ペンに残されている。この場所でイエスは5000人以上にパンとアギを増やして与えられた。シェーペテロの句は今もこの地で知られている。地元の伝統、料理と霊性が一つの民の中で結びつく時代を超えた信仰の味。カファルナウムの池には今も巡礼者が訪れる。地に触れるとき、端子が船の呼びかけと再会するかのように。すぐそばでは欄も閉まりました。イエスは風に沈黙を命じ、根は毛様のように無のやかになった。このタゴは単なるデズの集まりではありません。それは屋台の端子。ここでイエスはただよされたのではなく、一世代の信仰を目覚めさせた。かかる世にはフラが黒に掘りすぎます。星座が東流のように水面に移り、おそらく今もその光は探し求める人々の道を照らしている。なぜイエスはこの場所を選ばれたのでしょうか。それは日常の中の素朴さにこそ真理がとても純粋にゆくから。そして奇跡はそこで花開くのです。このテリがあなたの内側で何かを目覚めさせているなら、今すぐ私たちの各チャンネルにいいねを。たった一つの行動が心に祝く物語を世界の隅々にまで届けてくれるのです。ガリラヤズは出会いと選択の舞台でした。粗足で砂を踏みしめる弓、人がごとに新しくなる心。そしてルシはまだ始まったばかり。この地の木型に新たな運命が待っていた。ブレなる邪魔前へ創造主の声が背いたその知恵と、シナイ山ではモセがルポツを叱った。今度はイエスがその光を人類の心へと運ぶ番だった。あなたは座の中で何かに呼ばれたことはありますか？目を見てくるような沈黙に出会ったことは、次の章でその場所へと向かいましょう。さあ準備をしてください。私たちは登ります。天が現れる場所へ、シナイ山へ。シナイ山、ルホーと約束。シナイ山を想像したことがありますか？モセが創造主の声を聞いた場所、そしてイエスが渦からの使命が永遠の律法の椅子一曲を召集することだと認めた場所です。エジプトのシナイ半島に位置し、ジャバルムサとして知られるこの山は標高2000ナバパジブメートルに達します。その激しい斜面は
敬儀をもって汲みに触れます。ガズ・エジプト基地司教書によれば、神はこの場所で宣言されました。あなたたちは私の民となる。契約はギャの師範に刻まれました。マタイによる福音書チム章直説でイエスはこう言いました。私は律法を必死するために来たのではなく、成就するために来たのです。その道はシナイヤに基づいていました。降りの字の熱を感じますか？何百万年も前に形成されたシナイの熱い花交換は人類にとって最も神聖な契約の証人なのです。ヤバの利にはヨシカタリナ修道院があります。流石に創建され、昼食な結婚、ビザンチンの成果、そして地を超えた伝説を守り続けています。正教会の修道士たちは沈黙と祈りの中で暮らしています。春利者たちは夜明け前にジャンを登り、地元のベドインに見しめかれながらモセが歩んだ道をなべります。登っていく間、ヨシナがキクロの蔵に松明のように吠えきます。砂漠の冷気は気体の熱と対照的です。太陽が昇ると、黄金の光が市内の源を染め上げます。風景は球団へと変わり、心は球技に満ちて開かれます。地元のベドウィンたちは代々伝えられてきた伝説を語ります。天の類目をフルの中の声、神聖な契約の物語です。ここでもセは世界を受かりました。行動の指針となる諸語、それは国々を新作り、現代の論理にも影響を与えました。そしてイエスは手ではなく心にしないをにじいていました。彼の一子一子の連れみの言葉は同時に正義であり、約束の成就でした。ターニコの異端を吹き抜ける風に身をしけてください。それは天が万に掘り立ち、光の道を教えた時代の小玉を運んでいます。シナイ山は単なる顔ではありません。それは信仰の背、永遠の記憶、神が場所を選ばれることの証です。最初の山の光が全長を照らすと、巡礼者たちは目を上げます。なぜならこの高みでは、蔵が地に近づくのです。シナイの死からイエスはリュパルを船に呆れ立ちました。その理は今、エリコへと続きます。消費と約束のドゥエ。エリコ。それは世界最古の都市。神の力によって消費が崩れ落ちた場所です。そして今、イエスは弱みを進め、新たな解放の形を示そうとしていました。あなたの人生の彼も信仰の一吹きで崩れ取るとしたら、さあイエスと共に対応を続けましょう。奇跡がラッパの音と共にシュンクエリコへ。エリコ、ケーキの毒。想像してみてください。ヨルダン谷湖の真ん中にあるオアシスを
熱風に揺れる夏目足のめき、そして砂漠の太陽の下で眠る古代の生ききたち。ここはエリコ、世界最古色の都市の一つです。1万年以上にわたる人類の刻みがこの時に向いています。吉脇地流書に世界によれば、ラッパーのトゥとともに整備は崩れ落ちました。現在、テル・エース・スルタンにはその記憶が眠り、発覚によって過去がぼります。イエスもこの地を通りました。ルカの福音書地シグ章には、極水林ザーカイとの出会いが語られています。彼はこのスイカズラの目に登り、群衆の中からイエスを決め見ようとしました。そしてその瞬間から彼の魂は変えられたのです。魔法に熱風を感じるようではありませんか。エリコの歩む路地を歩けば、新鮮な夏目が並ぶ活気ある市場が広がり、時間がゆっくりと流れていきます。甘いた秋にたごまれたこの町には、かぼらかな水源が湧いています。だからこそ、砂漠とヨルダンの間で繁栄したのです。誘惑の山からの眺めは圧巻です。元気に張り付く修道院へ続く道をたどると、イエスがシシリ語に断食をされたと信じられている場所へと導かれます。テルエス・スルタン、エリコの考古学的な亜球。そこには集中にも重なる歴史が眠っています。家紋、装備、陶器、かつての文明の根基です。考古者たちは今も縄骨や柱子、道具を発見しています。その一つ一つが新たな章を明かし、まるで地中に埋もれた幅かし点のようです。ご存知でしたか？エリコはマイバツマイナス218メートルに位置しています。この特異な高度により地球上でも最も低い都市の一つとなっています。その鎮差はあらゆる意味で心を打ちます。エリコの水潭である盲人がヨシを求めて叫びました。マルコによる福音書地師匠が語ります。ダビデの巣のイエスよ、私を連れんでください。まるで死が止まったかのようでした。その魂の奥地から放たれた叫びは、スナッチンも総意も不信さえもかなきました。ゲの律王はバルティマイ、盲目で忘れられ、誰からも無視されていました。それでも心の奥には揺るがぬ確信が燃えていたのです。そしてついに永遠に向き取るその一言をイエスは語られました。起きなさい。あなたの信仰があなたを救った。創造主が立ち止まりました。習肉された言葉がエルサレムへの最後の瑠璃の中かで望遠の流れを一つの再警備のために止めたのです。バルティマイはただ指令を得たのではありません。彼はメシアを見たのです。真理を見たのです。そして道理を読みました。なぜなら死に天と地を見てる者は信仰という叫び一つなのです。もしエリコがあなたの魂に触れたなら、今すぐこの動画をシェアしてください。私たちのドキュメンタリーが新たな心へ届くための力になります。エリコは通過点です。
十字架の前の最後の土下座。イエスはここを離脱し、心はすでにエルサレムへ向かっていました。グナルドが彼を待っていました。天空オリブの木、船の聖地、そして約束の重みとともに、エルサレムは栄光と苦しみの舞台となるのです。あなたはどうですか？苦難の道、ビア・ドロロサを歩くとしたら何を感じるでしょう？次の章では全てが整修される地、エルサレムへと向かいます。エルサレム、生き自生と栄光。時間が曲がる通りを歩いたことがありますか？湯の一つ一つが滝と約束を育す場所。ようこそエルサレムへ。古代のチェービツに挙げまれた旧世界は死を分けた物語の最後の舞台。ここでイエスは最後の治療を始めた。シオンの秋の庭には最後の元山の彼がある。弟子たちとパンを分け合い、永遠の愛と先進の契約を交わした場所。ゲツセマネのポト、数千年のオリブの目の下でイエスはあれの中で説いた。ハムスと苦悶、祈りと沈黙。ビア・ドロロサの冷たい時に傷ついた足が触れた。一部ごとに痛み、異語級ごとに決議。小文明教会、そのドムは復活を抱いている。世界の鼓動がまるでその中かで向いているかのようだ。シエ文脈は信仰最大の神秘を脅すフラの目が今も復活をささやいている。三つの宗教がエルサレムの時の上で見つめ合う。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が共にどかづいている。巡礼者たちは目を閉じ、残機の彼に手を当てる。沈黙の中に答えを探している。ここでは過去が永遠と語り合う。ゲッセマネには今も祈りの香りが肌がう。ねじれた根の段に富むことのない叫びが引く。そのオリブの芽のいくつかは未千年以上も生きている。人の子が愛のために死の汗を流したのを見たミキ。俺に隠れるように弟子たちは明日を恐れていた。しかし彼はためらうことなく進んだ。エルサレム、桃と涙の町、永遠が地に降りた場所。夜明けの秋を見つめてみてください。そこには信仰と犠牲の慈悲祭の熱が揺るる。シオンの秋の教示の中で足戸が賛美句のように尊く。軍理者たちは涙の中で祈りをささやく。もしあなたがそこを歩いたなら何を感じるでしょうか。エルサレムは語らない。ウニカで叫んでいる。ビア・ドロロサの字は血が落ちたのを見てきた。十字架は重かった。だがその愛はそれ以上に強かった。何百万もの人々がその道を歩く。苦しみの中に平和を求めて、読み分けとともに消費が今日のように軽く、この街は死を越えても消えない真珠をささやく。最後の元山でイエスはこう言った。これは私の体、そしてこれは私の血。で、それ以来世界は二度と同じではなかった。ゲツセマネで彼の立ち目はうめいた。十字架の叫びはすでにその肉体に向いていた。ビアエ・ドロロサで彼は倒れた。しかし立ち上がった。その一つ一つの倒れがナズィの約束だった。長小だ母乳の中かでイエスは抱けたハドルを開いた。そしてその口から出た言葉は
天を閉め、天使を吸わせた。おう、福よ。レラをお許しください。レラは自分たちが何をしているのか分かっていないのです。俺に包まれた蔵は創造の刑を止めているかのようだった。大地が静かに揺れ、地がその母臭に巣抜いているようだった。そしてそこに天と地の田に吊るされた痛みと血にまみれた方がいた。武士の者、ウェドレなきコタ様。彼は救いを求めて叫ばなかった。許しを叫んだ。私のために、そしてあなたのために。ゴルゴダではデーは肉だけでなく、レシを前とゴツに分けた。ギャはそれで見つかった。なぜなら私は命を封じ込めることができなかった。死からは恵みがあふれた。波からは希望が生まれた。そしてエルサレムは永遠の心臓となった。その地、その涙、天がされた時、すべてが私たちに教えている不可能が起きたのだと。エルサレムは単なる目的地ではない。それは私たちが誰であるか、そして誰になれるかの急。ビア・ドロロサの実は今もそこにある。そしてその一つ一つが奇跡を死している。イエスはこれらの時に止まっていない。彼は今も生きている。愛と刺身の興味の中に、エルサレムはあなたに何を教えてくれるのか。それはこうかもしれない。苦しみの中から栄光が生まれるということ。この理で聖地が私たちを迎え入れてくれたイエスの足式をかむりながら、そして私たちに教えてくれた。終わりでさえ始まりになり得ると。もしこの物語があなたの心に触れたなら、シェアしてください。あなたのその行動がこのメッセージを世界へと広げます。この立地は今あなたのものです。その立地を歩み、光に磨かれてください。ゲッセマネの叫びからフラの目の栄光へと、イエスは私たちに道を残した。聖地は今もまだ言っている。そしてこの物語は信じるすべての心に向く。打診列の記憶があなたの心に今もか向いているなら、この治療はエルサレムで終わらない。それはただ新たな地平へと続くのです。そして気づけば、負けなる敵は目の冷たい風に変わる。デンマークの夜に広がる静かな信仰が、蝶やフィヨルド、バイキングの伝説に宿っているのです。ゴルゴダの木からデンマークのフィヨルドを学う冷たい風まで、私たちの覚醒でのすべての一部が騎士となる。次の一部はデンマークの隠された奇跡かもしれない。今、あなたの画面であなたを待っている。世界の警義を発見しよう。ラブションボビックミット。次の鳥でまた会いましょう。